どうもこんにちは、名古屋の伊藤です。今日は、視聴者の方から僕がどういう施術をするのか意見があったので、10分15分ぐらいでプチ施術デモンストレーションみたいな感じで評価をしてからどういう感じで僕がやってるか、実際の現場でやってるかなっていうのをやっていこうと思います。まず軽く評価をするんですけど、頭に手を置いて大体どの辺にアプローチするかなっていうのを大体目安を決めていきます。これアメリカとかヨーロッパのオステオパシーっていう主義では結構使われる手法です。で、その前に実際にやる前に可動域でね、ビフォーアフターを取っとこうと思います。体幹伸展で。体幹伸展でございます。この反り具合とかね、見てもらったらと思います。じゃあ、首の伸展を一応。で、屈曲してください。で、一応体幹回数もしてみますか。どんぐらい回るかですね。動きの質とかチェックしておいてください。で、仰向けで寝た状態でちょっとね、肩の回線をチェックしておきます。内線からいきます。力入れなかったらこんぐらいですね。ここぐらい回線がこんな感じですね。じゃあ実際にやっていきましょう。左肩に制限があるけど、まず今動画を撮ってるのは2019年の段階で、リンパは必ず入れるっていう感じでやっています。これもしかしたら数年後になったら変わってるかもしれないですけど、今の段階だともうほぼ必ずリンパはやっています。でちょっと脇広げてください。はい、閉じて。脇のリンパですね。脇のリンパは腕とか肩の可動域にすごく関わりがあります。で、ちょっと左肩が硬かった感じなので、左肩の可動域はチェックしてないですが、右とかにも関わってきます、後々。今意識しているのは筋膜ですね。筋膜リリースを今主にやっている感じです。意識しているのはこっちの手じゃなくて今、こっち下にある方ですね。今多分見えてないですけど、下の手の方で意識をしています。僧帽筋だったり肩甲虚筋のあたりに意識を置いています。で、この動画をもう編集を入れずにノーカットで、もうどこにもカット入れずに上げていこうと思っているので、変化っていうのが分かりやすいかもしれないですね。はい。で、ちょっと頭の方もやっていくんですが、やる前にちょっと可動域をね、回線こんな感じ。右の方がちょっと硬いかなという感じですね。ソックスもやってみましょう。どっちも右が硬い感じですね。リンパをやっといて、今頭の膜組織ですね、脳を包んでる膜組織にアプローチって感じです。で、これだけで可動域がどうなるかですね。左は最初から結構可動域あったんですけど、右がどうなるかですね。
だいぶ軽さが取れてると思います。で側屈も一応こっちはあんまり問題なくて、こっちがどうなるのかですね。ちょっと変わってる。もうちょっと可動域取りたいので、末梢神経がちょっと硬いかなっていうイメージなので神経やってます。だいぶ取れてますね。でちょっとお腹の方に移動します。で今お腹に手を置いてますが、これもリンパです。お腹の奥にあるリンパに働きかけてるっていう感じですね。ちょっと今肝臓のリンパに働きかけている感じです。でこれだけで肩がどうなったかですね。さっきの内旋の可動域を思い出していただいて、結構いくようになりましたと。手の位置がいったのもありますし、肩が結構ここの可動域が取れて結果的にいくようになった。さっき多分これぐらいだったかなっていうイメージです。外旋はどうなりましたかね。外旋も結構限界までいく感じですね。でこれが僕が使ってる技法なんですけど、基本的に最近はもう脳とか膜とかリンパとか筋膜をやっています。なので最後はちょっとね、脳のアプローチをしようと思います。大脳基底核。脳へのアプローチっていうのは頭蓋骨からしかいけないんですけど、そういう僕が習ったねテクニックの中で脳の組織自体に働きかけるっていうテクニックも欧米では最近出てきたテクニックなんですね。外から見てたらあんまり何やってるかわからないんですけど、きちんとやるとその中枢神経には働きかけることができますということです。今ちなみに頭で何か起こってますか？右側の奥の方が反応してる感じですかね。もしね今の声がマイクで拾ってなかったとしたら、この右のね頭の奥に反応が来てるということをコメントいただいたので、じゃあ何かしらの中枢に影響がいってるだろうということが考えられます。やばいですね。で最後に1回リンパを締めで流して、ゆっくりでいいので起き上がってください。でちょっと
立ち姿とかも変わったかもしれないので、さっきこのビデオの流れで最初の立ち姿確認したい方はもう一回こう戻ってもらって、またこの評価にね今戻ってください。で、体幹伸展ですね。首がやばいですね。首の伸展と胸郭ところがやばいですね。で、首の伸展だけ結構上がってると思います。あとはそうですね、あとは体幹の回旋ですかね。体幹の回旋の角度も変わってるんじゃないかと思います。こんな感じで最近僕が使っているのはもう神経系、中枢神経、末梢神経、リンパ、筋膜を、とか内臓もいろいろ合わせて施術に取り入れてる感じです。